あなたは医師の言葉が全て正しいと思い込んでいませんか？遡ることおよそ8年前の2015年、イギリスコーンウォール地方トゥルール、鼻からチューブを通され苦痛の表情を浮かべながら病室のベッドに横たわっているのはニコレット・ベイカー。重度の摂食障害と診断されていた彼女は胃に栄養を送り込む強制摂食の治療を受けていたんです。痛い。治療の最中、腹部を押さえてもだえ苦しむニコレット。彼女のその様子を前に、医師は眉間にシワを寄せながらも何も手を施せずにいました。胃が食べ物を受け入れることを拒絶しているんです。治療を続けて慣れさせる以外に手立てはないかと。しかし、医師のその見解にはどうにも解せない点が一つありました。実はニコレットのその症状は、4歳から20年以上も続いていたんです。食事をするたびに激しい腹痛に襲われる女性、ニコレット・ベイカー。数十年改善しない彼女の症状の真相とは。病魔に苦しむ生活の末に待ち受けていたのは、悲しくも優しい結末だったんです。おっそす、誰かボカロ P になる方法を教えて。ケンちゃんです。朝食バイキングでオレンジジュースは絶対やみやみことです。本日ご紹介するのは、奇病をきっかけに人生を狂わされてしまった2人の女性についてなんです。彼女たちの病気は体だけではなく、精神をも蝕んでいったんです。病気ってただでさえなったらちょっとうわってなっちゃうものなのに、それが重い病気とかさ、もういつ治るかわかんないとかって気がめいっちゃうのも、それはそうよねっていう。そうっすよね。今回2人病気になった方をご紹介するんですけれども、病気になったとしても、それをどう捉えるかっていうことで、その後の人生ってこんなにも変わってしまうんだなって、良くも悪くも知れたような話なんですよ。対照的な2人だったのね。そうなんです。1人目はね、メトラの皆さんも必ず一度は経験したことがあるね、あれが止まらなくなってしまう病気なんです。この奇病によって彼女がどう変化していくのか注目してみてください。あれが止まらない女。最初の舞台は遡ることおよそ16年前の2007年、アメリカ・フロリダ州セントピーターズバーグ。それはこの町で暮らす15歳の少女ジェニファー・ミーが学校で科学の授業を受けていた時のことでした。何やら甲高い声を発するとともにノートを書くその手を止めたジェニファー。自分の意思とは関係なく発せられるその声に彼女は必死に抵抗しようとするんですが、それが止まることはありません。そう、この時ジェニファーを襲ったその異変はしゃっくり。しゃっくり？何？病気なのそれ？このジェニファーを襲ったしゃっくりはですね、ただのしゃっくりじゃないんです。何よこれ、本当に止まらないじゃないの。ジェニファーはその後も授業を受け続けたんですが、結局学校にいる間、そのしゃっくりが収まることはありませんでした。それどころか、自宅に帰って夜になっても彼女のしゃっくりは絶え間なく出続けていたんです。困ったわね。どの方法も全く効果がないわ。ジェニファーの家族は総出で彼女のしゃっくりを止めようとしました。息を止める、水を一気飲みする、驚かすといった方法のほか、ピクルスの漬け汁やピーナッツバター、コーラなどしゃっくりに効くとされる食べ物、飲み物を片っ端から試したんです。しかし、ジェニファーのしゃっくりは一切止まる気配がなく、ひどければ毎分50回のペースで出続けるほど。そして、その症状はなんと1ヶ月以上も続いたんです。1ヶ月も治んないのそれが。コーラなんか飲んでないで早く病院行きなさいよ。いや、そうなんですよ。なので家族はジェニファーを病院に連れて行ったんですけれども、エミコさん、この場合ね、何かに行くかって分かります？内科？呼吸器科とか？ちょっと俺も分かんないんですけど。分かんない。そもそもしゃっくりで病院行こうなんて機会あんまないじゃないですか。治っちゃうから。普通はね、ここら辺迷いどころですよね。というわけで本日のメトラキーワード。もししゃっくりが止まらなかったら。しゃっくりの正式名称は喫逆。呼吸を司る横隔膜が痙攣を起こし、喉が閉じて空気の通りが悪くなった結果、甲高い声が繰り返し出るんです。原因は食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎ、熱いものを食べた場合など。もししゃっくりが48時間経っても止まらない場合は難治性とされ、病院での診療が推奨されるんです。単なるしゃっくりといっても侮れず、長時間続く場合は脳腫瘍などが原因の中枢性、食道腫瘍が原因の横隔膜性、糖尿病が原因の全身病性など重大な病気が原因となっている可能性があるんです。じゃあジェニファーもなんかの病気だったことが原因なんじゃないの？実は病気が原因でこうなったわけではないんです。しかししゃっくりが出続けた弊害は確実に彼女の生活を蝕んでいったんです。注目とその代償。
眠れないな。深夜、ベッドの中で一人ため息を漏らしたジェニファー。しゃっくりが止まらなくなってからというもの、彼女は胸部や背中の筋肉痛に悩まされ、寝返りを打つにも苦痛が伴う状態となっていました。実はしゃっくりは全身運動のため、常に出続ける状態は相当な体力を要するんです。当然、ジェニファーは病気の可能性も踏まえ、感染症の専門医、脳外科医、整骨院、針医師、最終的には催眠術師など考える限りの専門家に相談しました。しかし、どの専門家に見てもらっても、彼女の体に特別な異常は見つからなかったんです。もしかしたら私、一生しゃっくりが止まらないかもしれない。今にも泣き出しそうな声で嘆くジェニファー。彼女の母親は、娘の不安げなその表情を真剣な眼差しで見つめていました。そして次の瞬間、ジェニファーの母親はこんなことを口にするんです。ジェニファー、テレビに出演するわよ。テレビって何？びっくり人間的なやつなんか。そういうやつじゃない。まあ結果的にね、そういうパフォーマンスみたいになっちゃったのはあるんですけど、しゃっくりが出始めて3週間を過ぎた頃からジェニファーはテレビ番組のトークショーにたびたび出演するようになっていました。朝目が覚めてもそのまま眠りたくなります。とにかくしゃっくりのせいでめちゃくちゃなんです。何かしゃっくりを止める方法を知っている人がいたらどんな些細なことでもいいので教えてください。そう、ジェニファーの母親は自分たちだけで治療法を探すのはもう限界だと考え、メディアの力を借りて治療法を探すことに決めたんです。そして母親がジェニファーのことを新聞社に伝えたことをきっかけに、彼女の症状を珍しがったテレビ局からオファーが相次ぐようになったんです。15歳のまだあどけない少女が必死に訴える姿は多くの人の同情を誘い、ジェニファーはここからしゃっくりガールの呼び名で全米に知られる存在となっていくんです。それからというもの、ジェニファーはテレビ出演のために国内を飛び回り、さながらスターのような生活を送ることになりました。しかしジェニファーのしゃっくりが出始めて5週間後のこと、あれ？ジェニファーのしゃっくりは何の前触れもなく止まったんです。喉と鼻に多少の痛みは残るものの、体にも特に異常は見られず、1ヶ月以上も続いたしゃっくりの原因は結局わからないままでした。なんか治療が功を奏したとかじゃなくて、勝手に止まったってことなんだろうけどさ、これでジェニファー人生狂ったみたいなこと言ってたじゃないのよ。それはどうなの？狂っちゃったよ。ジェニファーが変わってしまったのはこの後なんです。ジェニファーのしゃっくりが止まってから3年後の2010年、彼女は再びテレビに出演することになりました。しゃっくりガールは今といった特集で呼ばれているのでしょうか？いいえ、実はこの時、ジェニファーはしゃっくりとは全く別の事情でテレビに出演していたんです。先日未明、ジェニファー・ミー容疑者が殺人の容疑で逮捕されました。2010年10月、ジェニファーは SNS で知り合った22歳の男性を自宅へ呼び出し、友人2人と結託して金品を強奪。呼び出した男性をそのまま銃殺してしまうんです。この時ジェニファーは直接手を下してはいないものの、殺人を計画した張本人として第一級殺人の罪に問われることになるんです。こうして迎えた2013年、ジェニファーは仮釈放なしの終身刑を言い渡されることになります。一連の騒動を受け、ジェニファーの母親は次のようにコメントしました。これはしゃっくりの呪いかもしれません。テレビを通じて全米に知られる存在になってからあの子は変わってしまったんです。事実、ジェニファーはテレビ出演以来、家出を繰り返すなどの非行に走るようになっていたといいます。わずかな期間とはいえ、テレビ出演のために国内を飛び回り、多くの国民から注目される日々が彼女を変えてしまったのかもしれません。殺人事件を起こすなんて思ってもみなかったけどさ、病気とかじゃなくて単に有名になって何か人が変わっちゃって、そういう事件を起こしたってこと？いろんな人に注目されて有名になると、友人とか家族に対する接し方がね、変わっちゃう人いますよね。YouTube で有名になっちゃった人とか、ちょっと偉そうになっちゃう人がいるじゃないですか。見てくれてる人のおかげで今の私たちがあるのに、それを忘れて自分の力だけでこれを築き上げたみたいなね。行き着く先はね、人は人に生かされてるってことなの。そもそも人だっけ？紛れ込んでます。もう一人ね、病気に人生を狂わされてしまった女性を紹介します。彼女の年齢は4歳なんです。そしてね、以降その病気は数十年彼女を悩ませ続けることになるんです。少女を襲う病。2つ目の舞台は遡ることおよそ33年前の1990年、イギリスコーンウォール地方トゥルーロ。ママ、お腹が痛いの。そう言って苦痛の表情を浮かべるのは4歳の少女ニコレット・ベイカー。彼女はその日、食後すぐに腹痛を訴え始めたんです。あら、何か良くないものでも入ってたかしら。涙を浮かべすがるように訴えるニコレットを前に、母親はその日の献立を思い返すんですが、食あたりの原因となるような心当たりはありません。ただニコレットの腹痛はしばらくすると収まったため、この時は母親もそこまで気に留めることはなかったんです。しかし、ママ、お腹が痛い。また痛いの。翌日、ニコレットはまた同じように腹痛を訴えます。この日も症状が現れたのは食後すぐのこと。前日と全く同じ状況でした。なんか悪いもの食べたわけでもないのに、食べた後に必ずお腹が痛くなっちゃう。でも何の病気？それは割と身近なあの病気だったんです。食後に必ず襲ってくる腹痛。ニコレットはその症状が出始めて以来、食事をすることに恐怖を感じるようになり、たびたび食事を抜くようになるんです。そして困り果てた両親が彼女
女を病院へと連れて行くと、下された診断は次のようなものでした。ニコレットさんの症状は摂食障害ですね。摂食障害は自身の体型が気になって食事ができなくなったり、逆にストレスを原因に過剰に食べ過ぎてしまったり、精神面が大きく影響した結果発症する病気。そう、体には特に異常がないとみなされたニコレットは、精神的な原因で体が食べ物を拒絶していると判断されたんです。ここからニコレットの地獄の日々が始まりました。痛い。病室のベッドに横たわった状態で必死に痛みに耐えるニコレット。彼女は鼻からチューブを通され、胃に直接栄養を送り込む強制摂食の治療を受けていました。苦しむニコレットを前に医師は困ったような表情でつぶやきます。精神的な問題から胃が食事を拒絶しているんです。しばらくは大変でしょうが、これ以外に治療の手立てもありませんので。なんか変じゃない？別にお医者さんじゃないから詳しいことがわからない上でなんだけど、ストレスが原因だとは思えなくない？だってさ、ニコレットは何の前兆もなく腹痛に襲われるようになったわけでしょ？おかしいんじゃないの？まあおっしゃる通りでですね、この後ニコレットの摂食障害について衝撃の事実が判明するんです。恨まない人生。2015年28歳となったニコレットはその日も病院を訪れていました。待合室で診断結果を待つ彼女の姿は痩せ細ったまま。ニコレットの摂食障害はあの後24年間一切改善の兆しを見せず、彼女は成人女性だというのに体重がわずか20キロしかないような状態でした。ニコレットさん、診察室へどうぞ。受付から声がかかり、診察室へ通されるニコレット。すると、そこで待っていた医師は彼女に信じられない事実を告げるんです。ニコレットさん、あなたは摂食障害ではありません。なんとニコレットに下された摂食障害の診断は誤診だったんです。彼女の正式な病名は上腸間膜動脈症候群、通称 SMAS と呼ばれるこの病気は、隣接する動脈が十二指腸を圧迫することで食べ物が消化器官をうまく通過できなくなってしまうというもの。ニコレットが食事をした際に感じる腹痛は、消化器官に食べ物が詰まってしまうために起こっていたものだったんです。全よこれは。じゃあもう24年間全く意味のない治療を続けてたってことでしょ？そういうことなんです。彼女の症状は精神に起因したようなものではなかったんです。SMAS は1万人に1人がかかる難病。そもそもイギリスにはこの病気自体を認知している医師がほとんどいませんでした。そのためニコレットは摂食障害と誤診を受け、24年間何の意味もない強制摂食の治療を苦痛に顔を歪ませながらも受け続けていたんです。そうやって人生の多くの時間を奪われてしまったことを思うと、恨み事の一つや二つ言いたくなっても当然のように思えます。しかし SMAS の診断を受けた後、ニコレットはこのように話したんです。無理な治療を受ける日々はトラウマになるほど辛いものでした。ただ、お医者様は私の症状を改善しようと全力を尽くしてくれました。自分がどのように苦しんでいるのか、私がちゃんと説明できなかったのがいけなかったんです。病魔と戦うその日々の中、ニコレットは医師が自分のために必死で手を尽くしてくれている姿をしっかりと見ていました。その一瞬一瞬への感謝を忘れずに過ごした彼女はいつしか強く優しい女性へと成長していたんです。しかし、問題は解決したわけではありません。そう、先ほどイギリスの医師は SMAS という病気をほとんど認知していないと説明しました。その言葉が示す通り、イギリス国内ではこの病気の治療は不可能だったんです。本当にニコレットは強い女性に成長してるわね。何十年も苦しんだのに自分にも責任があるだなんてなかなか言えることじゃないと思うわよ。せっかく病気は分かったのに、これは治せない病気なの？いえ、彼女は優しい人となりとこの強さ、それによって道をこの後切り開いていくんです。ニコレット、聞いて。ドイツに SMAS の手術ができる病院があるんだって。ニコレットが SMAS の診断を受けてから7年後の2022年、嬉しそうにそう告げたのは病室へ駆け込んできた彼女の友人。ニコレットが SMAS と診断されて以来、友人たちは必死で治療の手立てを探してくれていたんです。しかし、たとえ SMAS の手術が可能な病院が見つかったとしても、問題はまだ山積みでした。手術代や宿泊費、ドイツまでの旅費など、手術を受けるためには総額8万ポンド、日本円にして約1250万円もの費用が必要だったんです。ところが、ここからまだ驚きの展開は続いていきます。友人たちはニコレットの手術費のためにクラウドファンディングのページを開設。すると、世界中の人々から瞬く間に支援が集まり、あっという間に予定額を上回る9万7000ポンドもの額が集まったんです。そしてついに、ニコレットが長年待ち望んだその時がやってきました。2022年2月、ニコレット、大丈夫？空港のロビーでそう話しかけるのはニコレットの旅立ちに駆けつけた友人ジェームス。手術費のクラウドファンディングを主導した人物だった。空港にはその他にも数人の友人が見送りにやってきている。大丈夫。もう少しの辛抱でこの病気も治るから。36歳のニコレットは相変わらず痩せ細った姿で日に日に衰弱している様子は友人たちの目にも明らかだった。
しかしドイツへたどり着けば間もなく30年以上続いたその苦しみからも解放される。その事実が何より彼女の支えとなった。僕たちだけじゃなく世界中の人が君を応援しているからね。力強い言葉でニコレットを励ますジェームス。その他の友人たちも彼に続き、ニコレットに向かって様々に言葉を投げかける。こうして仲間たちに支えられながらニコレットはドイツへと旅立っていた。そしてもしもし。ニコレットが旅立った数日後、ジェームスの元へ一本の電話が入った。その内容は、もしもし、ジェームスさんですか？ニコレットさんが手術の直前に亡くなられました。ニコレットは30年以上病魔に苦しむその生活の中でも他人への思いやりを決して忘れることのない女性でした。彼女は自身の体調も十分でないその状態でホームレスなど生活に困っている人々のためのボランティアにたびたび参加していたんです。ドイツへ旅立つその少し前にもホームレスのためにクリスマスディナーを振る舞っていたといいます。このようにニコレットは誰よりも優しい心の持ち主だったんですが、運命はそんな彼女のことを最後の最後で見放してしまいました。彼女は結局手術を受けるその前にその容体を悪化させ亡くなってしまったんです。ニコレットの死後、手術に使われるはずだったクラウドファンディングの支援金は彼女と同じように SMAS に苦しむ人々のために寄付されることになりました。生前のニコレットが望んだ人助けにその支援金が使われることが彼女にとってせめてもの救いになればと心から願います。